ETB は今週から2週にわたって札幌駅前たるみお尻とお腹のクリニックが取り組む肛門と大腸の病気にスポットを当てます。今週は痔について考えます。大きく分けて3つあります。一つはお尻の出口にある肛門クシュトンと言われる組織がですね、血管がうっ血してきて脱出してくるような内耳核、もう一つは切れ痔、最後もう一つは痔瘻という病気です。内耳核がだいたい受診される患者さんの約半数ぐらいを占めております。排便習慣ですね、便秘しやすかったり下痢しやすかったり、あるいは排便時間が長かったり、逆に排便を早く済ませようと思って力むことが多かったりとかですね。それ以外は日常生活の上ではお尻に負担かかるような、例えばデスクワーク、あるいは立ちっぱなしのお仕事の方、そういう方が非常に多いです。内耳核の症状はですね、初期の段階であれば排便後の肛門からの出血ですが、内耳核が脱出してくるようになると痛みを伴ってくるようになります。お尻というのはですね、体表に出てる臓器ですから、まずよく目で見てですね、でその後直腸肛門鏡によってほとんどの診断がついてしまいます。初期の段階で受診していただければ、多くの場合は薬による治療、あるいは原因を改善する治療によって治ってしまいますが、薬による治療で改善しなければ手術療法ということになります。内耳核の手術療法ですけども、それほど程度が進行しなければ今注射療法で治ります。内耳核に対する注射療法は硬化剤を注射することでうっ血した内耳核の血流を低下させ縮小を目指しますが、注射療法のみで根治できない場合は耳核を結紮切除する手術を合わせて行います。痔の疾患というのはやはりお尻ですから、恥ずかしい場所というイメージがありますので、受診をためられる方が非常に多いです。内耳核に関しても劣行に関してもそうですけども、多くの場合は早く受診していただければ薬による治療によって早く治りますので、ぜひ受診してもらいたいと思います。札幌駅前たるみお尻とお腹のクリニックでは土曜日曜も日帰りで痔の手術を行っています。またクリニックは JR や地下鉄札幌駅の地下通路と直結しています。詳しくはホームページでご確認ください。